皆さんこんにちは。30代世界旅行夫婦エモトラベルの国とドリです。本日はジョージアの振り返りイエーイやっていきます。で、目次なんですけれども、何日滞在したか、行った場所、かかった金額と内訳で、物価に対する感想とジョージアの良かった点悪かった点の構成になります。では最後まで見ていただければ幸いです。で、ジョージアなんですけれども、29泊30日と、なんと1ヶ月近くいました。で、行った場所なんですけれども、アゼルバイジャンから入って、ワインの町シグナギ、首都トビリシ、天国に一番近い教会のあるカズベギ、で、メスティアからウシュグリの世界遺産秘境地帯、で、最後に黒海のリゾート地バトゥーミにいました。もうジョージア中にいましたね、今回は。なのでもうだいぶ楽しみました。では、気になるかかった金額と内訳ですが、1ヶ月の予算が、2人で40万円になってます。で、今回29泊30日いたので、39.4 万円が予算になっております。で、実際にかかった金額ですが、ダカ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 でんということで、結果 26.8 万円になりました。なんと 12.6 万円浮いてます。結構浮きましたね。はい。なので予算以内に収めることができました。かなり良かったですね。金額だったり細かい内訳はどっちかに載せておきます。で、そうですね、オーバーしたのが食費ぐらいですね。もう他は全部もう綺麗に収まりました。要因としてはやっぱり、メスティアから牛売りがでかかったかなと私は思っております。なるほど。あれは、宿とご飯がセットでだいたい4000円とか、4000円もいってないか、場所によっては。だったんで、だいぶ、綺麗に収まってるんですよね、それのおかげで。なので、だいぶ低かったっていうのと、やっぱりジョージア自身、首都トビリシは物価はかなり高かったんですけれども、地方に行けば、結構金額自体を抑えることができたので、そこが結構ポイントとして、今回収まったポイントとして大きかったんじゃないかなと思ってます。では、物価ですね。ジョージアの物価どうでした？日本と変わらないイメージですね。結構衝撃受けましたね、本当に。ジョージアって数年前ってすごい日本人の移住地帯としてめっちゃ有名だったんで、結構ワクワクしてたんですよ、正直。でも行ってみたら首都トビリシですよ。行ってみたら物価全然変わらなくて、おいおい勘弁してくれよと思いました。安いのは正直ワインと野菜ぐらいでしたね。あとはメスティアからウシュグリの宿泊費。この辺はだいぶ安かったかなと思いますけど、それ以外は正直本当にドリの言う通り日本と変わりませんでしたね。結構衝撃でした。補足なんですけど、宿泊費というかジョージアの物価が高かったのって、やっぱりウクライナ戦争があって、ロシアの方が逃げ込んできたりとか、ちょっと食料問題とかもあって、その関連でめちゃくちゃ物価が上がったっていう話は結構いろんな現地の人が言ってたので、やっぱり戦争の影響が大きかったのかなというふうに思ってます。ジョージアの良かった点って何があります？ジョージアはすごく自然豊かな国で、たくさんトレッキングコースがあったところが良かったです。そうですよね。70キロ歩いたし、カズベキも結構綺麗だったよね。そうですね。カズベキからのトルソーバレーとかも。あった。日本人には知られてないけど、虹色のね、海を越えてって。炭酸泉が美味しかった記憶がありますね。日本では見られない自然景色が素晴らしかったね。そうだね。私がジョージアで良かったと思った点は、ワインがとにかく安くて美味しい。もうね、何飲んでも美味しいし、1本600円とか500円、もっと安いか下手したら、ぐらいの金額であるんですよ。で、結構二人でほぼほぼ毎日飲んでたんですけど、日本と違うのがワインを飲んでも次の日残らないんですね。なので現地の人とかも健康のために朝一杯の赤ワインから始めるって言ってる人もいたんで、あながちそれも納得できるくらい体にダメージが残らないので、本当にジョージアのワインは美味しくて安くて体にいい感じでしたね。これは本当にグッド。じゃあ逆にジョージアのちょっと微妙だったなーって思うところと悪かった点って何があります？野犬とうんこかな。糞尿はやばかったね。生き物の糞尿は結構すごくて、やっぱり自然豊かなところに結構行ったっていうのもあるんですけど、牛、馬、羊、ヤギ、あと野犬、この辺の生き物がブワーっていろんなところにいるんで、そうですね、田舎に行けば行くほど道路状態はとんでもないことになりますね。そもそも舗装されてないし、野生動物や家畜がたくさんいるので、道路はかなり糞尿まみれでしたね。
あと結構野犬がしつこく追いかけてくるので、そこはポイントは低かったかなというふうには思っています。ただ全体として自然豊かで、ワイン美味しくて、宿泊費も安かったので、ジョージアはそういった点ではかなりポイント高かったのかなというふうに私の中では思っています。で、以上でジョージアの振り返りを終わります。で、これが皆様の、何ですかね、この動画が皆様の何かの糧になればすごい嬉しいです。では最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録といいねの方をよろしければお願いします。ではまた。